はい、皆さんこんにちは。フライパン専門店テッド堂の林田です。今回はですね、皆さんにですね、油返しというものをご説明したいと思いまして、この動画を撮影しております。鉄のフライパンをご利用になっている方はですね、一度は聞いたことがあるのかなと思いますし、これから鉄のフライパン使おうよという方々に対してもですね、油返しというものはとても大事なテクニックになりますので、今回はその入門編としてですね、油返しというものをご説明したいと思います。油返しはですね、油慣らしというものとよく混同されるんですけども、油返しと油慣らしはちょっとまた違ったものでして、油慣らしというものはまず鉄のフライパンを買っていただくときに最初にやっていただく工程の中に油慣らしというものがあるんですが、油返しは毎回お料理をする前にやっていただくものとして考えていただけたらいいかなと思います。今回はその油返しの方をご説明させていただくという形になりますので、では早速始めてみますね。では早速油返しをですね、やっていきたいと思います。今回鉄のフライパンをご用意してますけども、それとですね、こちらのオイルポットですね。これはステンレス製のボウルとかでも構いません。最近は放浪製のオイルポットとかもありますけども、何でも油を戻せるものであればいいんですが、発生炭とかがですね、入っているオイルポットはダメです。熱々の油をですね、入れることになりますので、活性炭フィルターが傷んでしまいますし、あと熱い油を入れると溶けてしまう。例えばフッ素樹脂加工がされているオイルポットであったりとか、樹脂製のものがついているものは避けるようにしていただいて、こういった全部ステンレスでできているものとかですね、放浪製品のものを使っていただくといいかなというふうに思います。はい、ではですね、こちらまず火をつけていきますね。フライパンを適度に温めてから油を入れていきます。いつもはですね、油慣らしの時は米油とかをおすすめしてるんですけど、油返しの時はですね、何でも構いません。今回はサラダ油をですね、使ってみたいと思うんですけども、安価な、いつも使っていただいている油とかでいいかなというふうに思います。フライパンがちょっと温まったなというふうに思ったらですね、油を入れていきます。だいたいこれぐらい。たくさん入れる方もいらっしゃいますし、それはそれでいいんですけども、あまり入れすぎるとフライパン自体も重くなっちゃうので、返しやすい無理のない量でいいかなと思います。こんな感じで鍋肌をぐるぐると回すと油が行き渡ってくれるぐらいの量でいいかなというふうに思います。はい、でこのまま火を入れていただいてですね、湯煙ですね、油から煙が出てくるところの直前ぐらいまでですね、油を温めていただく。よく見ていただいてですね、煙が出てきたかなと思ったところぐらいでですね、油をですね、このオイルポットに戻していただくという形になりますね。この油返しは何でするかというとですね、油を返しするとですね、やはり食材をくっつきにくくしてくれるという効果があります。一番鉄のフライパンでストレスになるのがくっついてしまうことだと思うんですけども、それを軽減してくれるということですね。であと分厚い鉄板だと熱ムラっていうのがあんま出ないんですけども、薄い鉄板ですとどうしても熱源があるところにですね、中心に熱が伝わってしまうので、それを均一にするために油をまんべんなく入れていただくと、熱が油を通じて、均等になってくれるという効果があります。はい、ちょっと煙が出てきましたので、もうこの辺で止めて戻します。はい、でここでまた火をつけて、この時の火加減はだいたい中火ぐらいで大丈夫です。はい、この状態が、もうお料理していただくというタイミングになります。こんな感じで、油をですね、初めちょっと多めに入れていただいて、鍋肌をぐるぐると回してですね、それで、煙が少し出てきたかなと思ったら、こちらの方に戻していただくというのが油返しです。これをですね、お料理の前にやっていただけると、食材もくっつきにくくなりますし、香ばしくですね、お野菜とか、食材がですね、炒められたりとかできますので、ぜひやっていただけたらどうかなというふうに思います。じゃあ一度油返しをしたフライパンで目玉焼きを焼いてみましょう。油がちょっとうねうねと動いているので、このタイミングで油返しをしておくことによって、この辺がこんなスルスルとこんな感じですね。
くっつかずに焼くことができるということですね。油返しですね、初めめんどくさいなっていう風に思われる方もいらっしゃいますけども、もう慣れてしまったら本当にそんなに苦にならないかなという風に僕は思います。これをするだけでですね、どんどんフライパンには油が馴染んでいき、使いやすくなっていきますので、ぜひやっていただけたらいいかなという風に思います。はい、というわけでですね、今回油返しの入門編ということで、皆さんにですね、油返しを見ていただきました。見ていただいたらですね、意外に簡単だったなというふうに思っていただいたんじゃないかなというふうに思います。油返しをするだけでですね、鉄のフライパンが本当に使いやすくなりますので、皆さんもぜひ、油返しやってみてください。では今回の動画もですね、参考になったなというふうに思っていただけましたら、高評価いただけたら幸いです。また、チャンネル登録もしていただけたら大変嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。